Hello everyone、メトンちゃんです。本日の動画はブッシュクラフトカービング胸流スプーンをできるだけ早く作るためのコツ、いってみよう。質問等あればコメントくださればお答えしますのでよろしくお願いします。それといいねボタン、チャンネル登録、通知オンしてもらえるとこれからの励みになります。よろしくお願いします。今回は普段やっているスプーンカービングからすると、もうちょっとブッシュクラフト寄りにしてどうすれば早くスプーンを作れるか考えてみました。今回はブッシュクラフトキャンプでその場で作って燃やして帰る使い捨てを想定しています。まず1つ目のコツは、作りたいスプーンの幅に合う枝を選ぶことで削る部分が少なくて済むようにすることです。僕はいつも丸太を割った薪の中から材料を選ぶことが多いのですが、それではどうしても削る部分が多いんです。手頃な枝を作りたいサイズに切り、ちょうど半分に手斧のもしくはナイフで半分に割ります。この半分になった枝を切り口から見える形、これがスプーンの底になるように作ればいいわけです。割った枝の形や状態をよく観察して、どちら側を頭にする方が良いかを決めます。今回僕が割った木はねじれて少し曲がっていますが、うまく利用すればスプーンの頭の角度をつけるのに使えそうです。これは早く作るコツではないのですが、スプーンの使いやすさにつながるので考えて作ることをお勧めします。動画の冒頭にもお見せした作りかけの方の頭は逆の角度がついてしまっていますね。これだと使い勝手が悪くなるので、せめてまっすぐに保つか、少しでも先が上がるように作るといいと思います。スプーンの頭の上面を平らにしていきます。この時に角度がつけれるなら、ぜひ少しでも良いのでつけるようにしましょう。こんな感じにできればいいですね。鉛筆や焼けた細い枝の先の墨を使って形を書き込むとイメージしやすいのでおすすめです。第2のコツは、首の部分にノコギリで切り込みを入れて、ハンドル側のいらない部分を割って落とせるようにすること。ハンドルは頭より持ちやすくするために小さくするのが普通なので、削る量がどうしても多いんです。ナイフで削るよりも割って落とすようにすると早く小さくできます。
スプーンの頭のへこみを削るのは時間がかかると思います。急ぐがゆえに大きく削りたくなりますが、薄く削るようにした方が疲れにくいし、結果的に早く終わると思います。スプーンの頭の裏側は手斧で粗く落としてからナイフで形を整えます。第3のコツはハンドルにはこだわりすぎないこと。スプーンの頭は口を入れるものなので、ある程度手をかけないといけないわけですが、逆にハンドルはガタガタでも曲がっていても使えればいいと割り切れば、そこに時間をかけなくてもいいわけです。僕自身は何でもこだわってしまうので、どうしても時間がかかってしまうんですけどね。これぐらいでいいのかなと思います。ここまでゆっくりやって35分ぐらいでした。もう少し粗い状態でも使うには問題ないと思うので、あと5分10分短縮できるのではないかと思います。正直なところ、僕の楽しみはここから先。もっと形を整えたり、シェイプをこだわってのんびり納得いくところまでやるのが好きなので、どうしても時間をかけてしまうんですよね。なので人それぞれ楽しみを見つけて自由にやればよいと思います。この後さらに10分ほど最小限自分が納得できるところまで削っていました。皆さんの何かのヒントになったのなら嬉しいですけどね。
最後までご視聴ありがとうございました。本日の動画いいねと思ったらいいねボタン、チャンネル登録通知オンよろしくお願いします。それではまた。See you next time. Bye.